皆さんどうもこんにちは。今日はですね、ヒルクライム皆さんどうですか？好きですか？今日は私みたいなそんなヒルクライム速くない人が少しだけ楽になるテクニックをちょっとご紹介したいと思います。このテクニックを使ったとしてもめちゃくちゃ速くなったっていうのはないと思います。基本的に速くなるわけではなくて、ちょっと楽になる、そんなような、お話をしようと思います。僕はそのレーサーじゃないんで、めちゃくちゃ速くなるコツとかはちょっとむしろ僕が教えてもらいたいくらいなんですけども、ポイントその1、上りに関してはめっちゃ踏み込んでいるとどんどん消耗しちゃうので、軽いギアでちょうどいいケイデンス、軽すぎてもちょっとねあれなんで、一番楽なケイデンスを維持できるその負荷で走ると多少楽になると思います。はい、その2ですね、前向いてください。はい、こうやってねきついってなる人いると思います。僕もねよくなっちゃう。こうやってきついってなっちゃう人結構いると思うんだけど、これはね良くないです。なぜかというと、こうやって顔を下にすることで縮こまっちゃいます。肺が胸を大きく開いて反るまでいかずとも反る勢いで、こうすることで空気がね、呼吸がすごいしやすくなって、すごくきついんだけど呼吸をこうね意識して、うわー、空が黄色やと。某弱虫ペダルの皆様はみんな上を向いて走ってますけども、あながち間違ってないと思います。姿勢は上に、顔は上に上げて、鼻から息を吸っていきましょう。さあ続きましてその3ですね。こういうつづら結構あると思いますね。こういうところをインで攻めるときついです。なるべく低いシャドウでこう疲れないように走りたければ、なるべく外側を走ってください。シャドウはきつくないです。外側の方が楽に登りたいんであれば、こういうセクションは横からこうね、外側を大回りするように走ると幾分か楽に走るはずです。前にうちの嫁なんかは e バイクでインを攻めてたんですよ。ゴリゴリのインをこう外側で 10% 以上の坂をインで多分15から 20% 前後の坂をヒューンといっちゃってるんで、足に自信がある人なんかはね、インガンガン攻めてどんどんタイム削ってもいいと思うんだけど、本当にこう淡々と走りたいんであれば、外側から走ると非常にこうね、ヒルクライム多少なり楽になると思います。続きまして、僕がこれですね、見本シーンに教わった話で実践したら本当にやっぱり楽になった簡単なコツなんですけど、眉毛、はい、このね眉毛をこうやってってなっちゃいます。どうしてもヒルクライムきついんで。なんだけど眉毛を上げましょう。こうやってね、眉を上げてこうやって走ります。かなりやばいやつな感じが出ますけども、眉毛を上げるとね、不思議とこうね、空気が入ってくるんですよ。なんでか知らんけど。あとはですね、これはあんまり周りがそんなにこう人が少ない時にやってほしいんですけども、まっすぐこう登るのもいいんだけど、急な坂はこうやってちょっとこう横にこうフラフラしながら行くと多少なり楽に登れると思います。ちょっと登って横にぐるぐるちょっと横で斜めにって感じでですね、こんな感じで登るとですね、幾分か楽にね登ることができると思います。どうしてもきつい、もう無理ってなっちゃうことはあると思います。はい、正直なるべく足はつかない方がいいです。足つくとですね、もう足がもうはい、終わったんだヒルクライムという風に足が一気にどっと疲れが出ちゃいます。なるべくちょっとずつでもいいので足は回し続けた方がいいと思います。どうしてもきつければ立ち止まるんじゃなくて押して歩きましょう。こうやってよいしょって終わりまで足はちゃんと動かし続けないと、止まった足をまた動かすのってすごく大変なので、なるべく頑張って登りきる、これが大事だと思います。立ち止まるんであれば勾配が緩いところで立ち止まってください。勾配がきつすぎるところで立ち止まると再スタートマジで無理です。はい、もうゼロの状態から、例えば勾配 20% のところをよいドンで踏むってのは無理です。勾配の緩いところで立ち止まって再スタートがしやすいようなところでやるといいと思います。ヒルクライムするときはなるべくね、最高は見ない方がいいと思います。
確かにこう情報を見たり表示させるのはすごく大事なことで、僕もよく見ますけど、ヒルクライムにおいてサイコンを見るという行為はもう負の連鎖ですね。なぜかというと、サイコンを見るのはまず下を向きます。下を向くことによって一気に呼吸がしづらくなります。パフォーマンスが落ちますね。で、肉体的なパフォーマンスも落ちると同時に精神的にもダメージを受けます。下を向くことによって、うわ、ここ勾配 15% みたいな、それはきついだみたいな感じで、一気にこう頭の中がきついでいっぱいになっちゃいます。スピードも、うわ、これしか出てない、ワットもこれしか出てない、うわーもうこれも終わったわみたいな感じで、どんどん負の連鎖が始まるので、なるべくサイコンは見ない。ちょっと確認するならいいんですけど、こうサイコンばっかになっちゃうとどんどんきつくなっちゃいます。なるべくサイコンは見ずに、こう上を向いてまっすぐ前を向いて走ることが大事です。僕なんかは脳内で好きな音楽をね流すと結構楽になるとか気が紛れます。自分の好きな音楽を頭の中でうんつっちゃつうんつっちゃつ流すと、きつい、疲れた、やめたいっていうその気持ちがどんどん薄れてきます。脳内麻痺させる感じですかね。気を紛らわせる、これ結構ね、僕は結構聞いてますね。グループライドもししている方だったら、友達が速いまたはきつそうな顔してると、自分は意外に余裕がある、またはねお互いきついみたいないろんな状況があると思いますけれども、雑談は結構有効だと思います。どうしても会話きつい、もう無理みたいな会話になりがちだけど、そこであえてこうなんか、いやそういえばさみたいな、最近うちの子供がさパッツンにしてさみたいな感じで、そういうなんかちょっとこうどうでもいい話をちょっと突っ込んであげる。これは場合によっては逆にきつくなっちゃう場合があるかもしれないんだけど、要は雑談することによってきついっていう脳内の状態を少しでも和らげる。いやーきついけどめちゃくちゃ景色いいよねみたいな、例えばですけどね、すごいまともな会話するとしたら結構気が紛れて楽になる場合があります。サイコンに関してはゴールまで残りどんぐらいかっていうのはあってもいいかもしれないです。例えばゴールまで残り、例えば 700m、 おやべえ1キロ切ってんじゃんみたいな、そういう状態になると意外にこうおっしゃ両者ラストスパートみたいな感じで急に元気が湧いてきたりするので、表示する、見るなら残りの距離とかは見れるといいと思います。風がめちゃくちゃ気持ちいいな。高いところはいいね。水分補給こまめにした方がいいと思います。どうしても走ってるとね、ついつい忘れちゃうんですよ。きつくて夢中でそれどころじゃなくて。でも水分補給取らないと足つります。なので水分補給をしつつ足を回せるように、ちょっとねスピード落ちてもいいんで、足つっちゃったらもう走れなくなっちゃうからね。そんな感じで僕が普段ねヒルクライムきつい時にやっていることをちょっとご紹介させていただきました。いやーヒルクライムがきつくて仕方がない、登れないっていう方なんかはね、ちょっと実践してみてください。もしかしたら多少なり変わるかもしれない。もうね勾配がきつすぎて今 10%、10数パーか、もうね麻痺しちゃうよね、ずっとそんなの続くと。5% が平地になっちゃうよね。例えばこうダンシングをするとか、疲れないで休むダンシングとか、着いたかな、なんか着いたっぽいですね。到着。日本木峠っていうのかな。ヒルクライムっていうのはやっぱりゴールした時の達成感はやっぱたまんないから嫌いじゃないんですけど、あとなるべくそのヒルクライム中は補給しない方がいいです。特に例えば粉っぽいものとかはやめた方がいいと思います。なるべくこう走ってる時、ヒルクライムの時は半がなくなるよりかはマシですけども、そんなお腹減ってないけどとりあえず気を紛らわせるために食うみたいな行為はやめた方がいいと思います。ハーハーしてるし飲み込むのも大変だし、粉っぽかったら呼吸もしづらくなって意識がどんどんこうおかしな方に行っちゃうんで、なんか食べるならすぐ
腹に入るもの、ジェル系だったりとか、いろいろあると思うんですけども、なるべくこう飲み物ぐらいかな、飲んだとしてもがいいと思います。はい。そんな感じでしょうか。はい。ちょっとでもね、昼くらいもきつくてたまらないっていう方はね、参考にしてください。これを全てやったからめちゃくちゃ速くなるってことはないと思います。完全に自己満というか、僕のやってることなんで、ほんと参考程度にね、していただければなというふうに思います。グッドボタンよろしくお願いしますね。皆さん、回ってます。